我が名はウプ主、ガバオも恐れぬ投稿者の名だ。この動画では、パソコンで手軽にできる同人のロボゲーを紹介していきます。アシスタントの戸田先輩やんけ、ロボットのことは任せろやんけ。トップバッターは円形セイバー。2002年にコンパクで公開された RPG で、スクール製ロボゲー界では有名な作品です。コンパクってなんだ？ビームシステムを作った投稿者か。コンテストパーク。エンターブレインが主催していたフリーゲームのコンテストです。今ではサイトはありませんが、ニコニコゲーム集まるでプレイできます。この動画も集まる版です。昔のバージョンからキャラの絵とかが刷新されてるぞ。集まるは2023年6月に終了するので、興味ある人は早めにプレイしましょう。急げ、乗り遅れるな。まあ、スマホ版も出てるんやけどもふってして。ははは、俺はアンドロイドだからプレイできるんです。さっきから見ていたが演出が派手だな。ここグラフィックによる、盾などのアクションも注目ですね。ストーリーですが、レッド帝国とブラック共和国が戦争をしており、レッド帝国兵である主人公は、限られた人しか乗れない謎の機体、セイバーの乗り手に選ばれます。これをきっかけに、戦争の暗部や、ヒロインとセイバーの謎に迫っていったりします。アニメのように1話ごとに区切られて話が進み、次回予告もあるでよ。熱血ロボットもののノリだが、割とガチな戦争をしているので、シリアスな部分も多いです。そうそう、基本的にセイバーなどの人機に乗って戦闘しますが、生身で戦うパートも多いです。メタルマックスのように好きな時に乗り降りできるわけではなく、場面によって自動で乗り降りします。有機兵団ダンサル部、みたいなことか。面白い点として、他の RPG でいう MP は、弾、となっており、弾丸魔石、で補給します。弾丸魔石は物語の進行によって価値が上下するので、株のような使い方もあります。安く買って、高く売れば、アホほど稼げるんや。その額、500億円。こういう、ちょっとしたお遊び要素が散りばめられていて、楽しいですね。なお本作は、同じ舞台設定を使ったゲームが多数、Google プレイで無料で配信されています。興味があればどうぞ。お次はこれです。ギアヘッド。核戦争後の地球にある、連邦、を舞台に、メックで自由な冒険をする、ローグライク RPG です。こちらも洞窟などで生身で戦うパートがありますぞ。BGM がないけど、ジョン・レノンの、イマジン、でも使おうとして許諾が取れなかったのか。本作は BGM がありません。また効果音を鳴らす機能はありますが、デフォルトではなりません。しかし音楽がないのは動画としては寂しいので、今回はムードに合ったものを流しましょう。おう、提案。ところで視聴者兄貴やネギがこのゲームをやるときには、何かおすすめの曲はあるのか。なんでもいいですよ。本作の特徴は、豊富なスキルとメックの改造による、キャラの強化でしょう。スキルには色々ありますが、面白いのはロボット工学です。アイテムを素材にして仲間ロボットを作れます。やろうと思えばダクトテープだけでも作れますよ。理解不能です。鉄パイプから、ミサイル作る並みの技術やんけ。マクダイバーでも無理やんけ。主人公は、自分で用意した画像を顔グラにできるので、自分の好きなキャラを再現して、ゲームクリアを目指すのも一興。本作、依頼をこなしてお金や経験値を稼ぎ、主人公を強化するというサイクルがとても楽しいです。中毒性が高い名作ですが、慣れないうちはうまく楽しめないかも。初心者やエンジョイ勢は、オートセーブをオフにしちゃいましょう。仲間がロストしたり、うっかり街中で毒ガスを放って、NPC を殺戮しちゃっても、リセットでやり直せます。レッツプレイ、ギアヘッド。お次は、超電気ロボ、バルカイザー。昔のロボットアニメ風の集結部です。バルカイザーを操作して宇宙から来た侵略者、5号軍団と戦います。残機はなく、体力ゲージ制。コンティニューはありません。攻撃手段はショット、チャージショット、オメガウェポンというシンプルな形態。オメガウェポン。原子炉に反応するミサイルか。それはオメガミサイルです。オメガウェポンについては後で説明します。今合体したのってなんだ？支援メカノバルファイターです。合体すると攻撃が変化します。今合体したのはロケットファイター。チャージショットが強力ですが、弾速が遅いので慣れが必要です。お、イケメンライバル登場か。ライバルのロブ将軍です。結構タフなので、オメガウェポンを使います。これがわしの爆弾や。すごい数のロケット弾が出てるやんけ。オメガウェポンは強いですが、一発しか撃てません。一発だから腹が据わるのだ。
別のバルファイターと合体すれば、補充されます。しかし、こんな強いロボットなら量産すれば楽勝やんけ。バルカイザーの動力であるバルカリウム鉱石は超貴重だそうです。機体を量産しても動力分がないと無意味ですね。しかも、この戦いの後使い切ってしまう模様。戦いの後、特権があるやんけ。ゲーム性や雰囲気が違うので続編とは言い難いですが、アームドセブンやミックスグレーズなどがこの後の出来事です。あ、双方一点一にボス撃破ですね。ボスキャラ倒したらポイント高いじゃねえかよ。勝利後は、バルファイターのパイロットから一言もらえます。こいつか6年生で見たやんけ。ボスを撃っても全滅とかしないので初プレイ時は効いてるのかちょっと不安になるかも。弱点に当てないと倒せないような複雑なボスはいないから、細かいことは気にするな。昔のゲームなので、防具がないとか細かい不便な点はありますが、当てる、予見といったシューティング本来の楽しさを味わえる。小粒ながらの良作です。最後は、サムライエンフォーサーズ、です。遅延やんけ。次戦と言うてくれや。本作は PSC 隊員となり、メカや基地を強化しながらミッションに挑む、SF バイオレンス RPG です。二大勢力が対立し、いつ核戦争になるかわからない時代。過熱した世界は危険な領域へと突入する。凶悪犯罪や極端な思想が流行る中、政府は警察力を補うため、一部 PSC に警察権を持たせます。その一つが主人公の会社です。戦闘や依頼達成を重ねることで、基地の機能は少しずつ強化されます。基地にはいくつかの部署があり、例えば技術班が強化されると、ウォーカーの修理費が安くなったりします。ちなみにこのウォーカー、現実世界でいう銃器や競技用の銃のようなものとして描かれています。パトレーバー、みたいなことか。やってることはどちらかというと、ワイルドセブン、とか、ドーベルマンデカ、に近いですけどね。当然ですが、生身の人間はウォーカーよりはるかにやわです。そのため生身での戦闘は、あっという間に決着がついてしまいます。回復アイテムはケチらず使いましょう。さもないと、九死に一生の九死の側に立つのは言うまでもない。こう書くと、難しいゲームみたいに聞こえますが、ゲームシステムを理解して、装備買い替えとかを怠らなければクリアできます。やろうと思えば、主人公3人初期レベルのままクリアすることもできますぞ。属性を無視したり、初期装備のままクリアを目指すとなると難しいかもしれませんが、より未知的なサイドミッションをしたり、ラジオやネットで世界情勢を調べれば、より、本作の世界を楽しむことができるでしょう。2016年頃に作り始めたゲームなので、今見ると国際情勢やメカの交渉が古いかもしれませんが、縦のシーンとか演出は凝ったのでぜひよろしくお願いします。以上で、今回の動画は終わりです。楽しんでいただけましたか？他にもご紹介したい作品があったのですが、動画化するにはまだやり込み不足だったり、今は公開停止、かつ作者さんと連絡が取れなかったりして、収録を控えたものがあります。オファン、ワークスみたいなことか。皆さん面白いと思うゲームがあったら、大事に保管してあげてくださいね。作者さんがある日引退して作品を非公開にすることもあります。プレイヤーにとっては名作でも、作者さんにとっては黒歴史かもしれません。では失礼します。お達者でー。